さきと日本語ポッドキャスト始まるよ。こんにちは、さきです。皆さん、元気に過ごしていますか？今日は嫌なことがあった日、傷ついた日の過ごし方についてお話をしたいと思います。日々生きていると毎日じゃなくても今日のあれ嫌だったなとか、あの言葉に傷ついたなとか、そういう日もあると思うんですね。で、そんな日の過ごし方はみんなそれぞれ違うと思うんですよ。そしてそこに正解があるわけでもないんですよね。それを踏まえた上で、今日は私だったらそんな日にどうやって過ごすかについて4つシェアしたいと思います。まずですね、嫌なことがあった時に私が一番最初にすることは、神様に今自分が感じていることを打ち明けて、神様からの平安を求めるということですね。聖書のヨハネによる福音書14章27節に、私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな。またおじけるな。とあります。自分が嫌なことがあったり、傷ついたりして、自分の心がざわざわと落ち着かないときは、神様にそれを素直に打ち明けて、神様から与えられる平安を求めるようにしています。自分の力で自分の心に平安をもたらそうとするのではなくて、神様に委ねるということを忘れないようにしているんですね。なぜなら、聖書にあるように、本当の平安は神様から与えられるものだと信じているからです。あと、すごく嫌なことがあったときは、自分の本当に信頼できる人に何があったのかとか、どう思ったのかを打ち明けたりします。私だと、夫とか家族、あとは親友ですね。打ち明けたことを聞いてくれたり、そこに対して励ましをもらうことで気持ちが軽くなる場面がたくさんあります。それをした上で嫌なことがあった日、傷ついた日にやることの2つ目は、できるだけ早く寝るようにするということです。正直嫌なことがあった時って結構ずっとそればっかり
考えちゃうと思うんですよ。起きてると。嫌な気持ちを抱えて起きていてもしょうがないなって思うから、それだったら今日はさっさと寝ちゃおうって私は思います。早くお風呂に入って自分の好きなこととかをして、でもさっさと寝る。すると今日すごく嫌だなと思っていたことも次の日になったらもうどうでもいいやって思えたり、そう思えたりすることも多かったりするんですね。逆にそういう嫌なことがあった日に遅くまで起きていたら、どんどんネガティブな気持ちが大きくなって、衝動的に良くない行動をとってしまったりするので、そういう日こそ新しい日を迎えるパワーを使うようにしています。三つ目のこれは本当に皆さん自然にやってることだと思うんですけど、自分の好きなことをする。また、体を動かすということです。好きなことというと、私の場合は、一人で韓国ドラマを見るのが好きなので、ベッドで寝っ転がって自分の大好きなドラマをもう一回見たりします。自分の気持ちも体も休まるっていう行動や場所って皆さんありますか？私はそれが自分の中で明確なので、嫌なことがあった、傷ついた、疲れた日なんかは特に自分の好きな場所で好きなことを意識的にして気分転換をしています。あとは軽い運動と日光を浴びることも本当に効果的だと実感しています。運動をすると幸せホルモンと言われているエンドルフィンが脳の中で作り出されて気分が高まったりストレスが減ったりすることが科学的に証明されています。また、日光を浴びることは幸せホルモンであるセロトニンを作り出します。神様が与えてくれているこういった素晴らしい体の仕組みに感謝して生かすように心がけています。最後、4つ目は、これはめったにしないんですけど、紙に書き出すということですね。これをするときっていうのは、何日もその嫌なことが忘れられなかったり、傷ついたという気持ちがずっと残っている時ですね。何を紙に書き出すかっていうと、私の中で4つあって、1つ目は何があったのかという事実。2つ目はそれに対して自分はどう感じたのかという正直な
気持ち。三つ目は、どうしてそれはそんなにも自分にとって嫌だったのか、傷ついたのか。四つ目は、それを通して学んだことは何か。今後自分の行動や考え方で変えたいことやトライしたいことは何かです。まだそんなに長く生きてはいませんが、今まで生きてきた中で学んだことは当たり前だけど、世界や人は自分の幸せのために存在しているのではない。そして起きたことは変えられないけれど、そこに対しての自分の解釈、考え方や今後の未来は変えられるということ。そして人は変えられないけれど、自分の考え方と行動というのはすぐ変えられるということです。だからこそ、この4つのことを紙に書き出すことで、起きたことに対する自分の考え方や気持ちの整理ができて、自分が変えられる未来に目を向けることができるんですね。なんとなくずっとあれ嫌だったな、傷ついたなと感じていたことも、紙とペンを用意して数分その出来事にじっくり向き合ったら、すっきりしたということが私はよくあります。もし皆さんも長く引きずっていることがあるという人がいるなら、よかったらこれを試してみてくださいね。ここまで私の嫌なことがあったとき、傷ついた時の過ごし方についてシェアしました。一つ目は、神様に感じていることを素直に打ち明けて、神様からの平安を求める。二つ目は、そんな日こそ早く寝る。三つ目は、自分の好きなことを好きな場所で意識的にする。運動したり、日光を浴びる。四つ目は、神に起きた出来事や、それに対しての自分の感情、それを踏まえて変えられる自分の考え方や行動を書くということでした。これを聞いて皆さん自身にも当てはまるものはありましたか？よかったらコメント欄であなたの過ごし方や感想を教えてくださいね。それではまた会いましょう。バイバイ。